はいどうも、サンビームスボーカル&ギター阿部知です。ピカーということで、久しぶりにこれをやりますけども、実はサンビームス活動休止してたんですけども、今、実は、活動を再開しております。それについてはちょっとまた改めてちゃんと、お話をしたいなというふうに思っております。で、今日はですね、音楽にまつわる本っていうのを、買ったので、2冊紹介したいと思います。こちら2冊ですね。まずこちら1冊目が、僕は、ザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めましたという、本で、著者が高橋浩二さんという方で、ピールアウト、ザ・コモンズ、ハリス、それから矢沢永吉さんの娘さんの矢沢陽子さんの、バンドなんかでも、ドラムを叩かれている方です。で、ザ・クラッシュって皆さんご存知でしょうか？というのもこの YouTube ね、見られてる方の年齢層っていうのがわかるんですけども、実は20代、30代実は多くてですね、もしかしたらザ・クラッシュ知らないっていう、方もいらっしゃるかもしれないんですけども、本当にパンクバンドの、結構その初期のね、パンクバンドの代名詞的なバンドで、イギリスのバンドなんですけども、この時期でいくと、セックスピストルズとか、ダムドとか、ジャムとか、そういったバンドなんかがね、同じようなパンクバンドとして、語られていた時代の、バンドなんですけども、そのザ・クラッシュの、コレクションをね、この高橋さんがめちゃくちゃたくさん、集められていて、それでこの一冊の本になったというものになります。で、写真の方もこんな感じでね、中入ってますけども、すごいこの、ザ・クラッシュのアイテムに囲まれてるんですけども、レコードだけでも、国内版もあれば、アメリカ版とかヨーロッパ版とかいろんなね、種類の、国のものがあって、それぞれにね、中に入ってる楽曲自体が、ファーストの白いボードっていうアルバムがあるんですけども、中に入ってる楽曲が全然違うらしくて、一番最初に突破しの曲がね、違ったりとかもするらしいんですよね。今でこそサブスクだったらバラバラで聴いたりとか、すると思うんですけども、昔だったらその、レコードに貼り落としてやっぱり頭から聴くっていう感じなので、この1曲目が違うとそのアルバムに対するね、印象なんかも全然違うのかなということで、そういうのもね、ちょっと書いてたりとか、しました。で、この中からね、本当に写真もたくさん、掲載されてるんですけども、テキストの方もね、なかなか熱くて、本当にクラッシュ愛がこの一冊から、すごく伝わってくるんですけども、これね、高橋さんと、隣に写ってるのがザ・クラッシュのボーカルの、ジョー・ストラマーですね。ジョー・ストラマーはね、今残念ながらも、お亡くなりに、結構若くしてね、お亡くなりになっているんですけども、当時、高橋さんがその、クラブクラッシュっていう、クラッシュのトリビュートイベントをされてたんですけども、そこにですね、なんとこの、ジョー・ストラマーが、足を運んだということでね、ジョー・ストラマーの姿を、見た時に高橋さんが、大泣きをしたというようなすごく胸熱なね、エピソードなんかもこの中に、書かれていますということでね、一つのアーティストをずっとこう追い続けるっていうことの尊さをね、すごく、感じる本だなと思いました。やっぱり僕も好きなアーティストでもやっぱ音楽性が変わったりとか何かの表紙でちょっとね追いかけるというか追うのをちょっとやめてしまうアーティストとかもやっぱりいたりとかして、やっぱりずっと追い続けれてると、良くも悪くもいろんなそのアーティストのストーリーがね見えてきて、そういうのも一つのアーティストの楽しみ方なのかなというふうにも思いました。で、こちらねパンクバンド、好きな方、ザ・クラッシュが好きな方はもちろん、音楽大好きな方すごく楽しめる一冊なんじゃないかなというふうに思います。それから2冊目がこちらですね。音曲と楽器と芸能にまつわる、邦楽通史ということで、著者は、ミノさんという方で、このミノさんという方がミノミュージックというね、YouTube チャンネルをされている方で、僕よりもね、全然若い方なんですけども、めちゃくちゃ音楽について詳しくて、すごくね、その音楽に対する、ね、分析とか洞察がすごいんですよね。なので、僕もいつも動画楽しみに、見せていただいてるんですけども、この本、ここにも書いてますように、この縄文、楽器から初音ミクまでって、書かれてますけども、本当に太古の音楽から、最近の、音楽まで日本の音楽の、通史ということでね、地続きで、語られている本ということで、今までね、この全部が地続きの本っていうのがなかったみたいなんですよね。それぞれ時代によってバラバラの本とか、文献なんかはあったと思うんですけども、それを一つにね、まとめたということで、ボリュームの方もこれ477ページぐらいあるんですよね。で、当然これね、477ページでは全ての、縄文時代からなんでね、語りきれる、はずもないんですけども、
でもやっぱりこの、ざっとね、歴史を終えるっていうのは非常にね、存在意義のある本なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、このタイトルがね、すごく文字がこうちっちゃくてね、ちょっとこう、邦楽通史なんかっていうとちょっと仰々しい感じがするんですけども、面白い話だと、推し文化ってあるじゃないですか。アイドルを追っかける文化。実はこれ明治時代から、あったっていうようなね、話もあって、すごく興味深いんですよ。で、まあ、この目次をね、ちょっとかいつまんでお話ししたら、もしかしたらちょっと面白いなと思うところも出てくるのかなということで、ちょっとお話しするんですけども、一番最初は、縄文、弥生古墳時代の遺跡から出土したものというところから始まって、関阿水阿弥の脳とかですね、室町時代、なんか聞いたこと、あるような、その、歴史の、授業でやったようなね、話とかも、出てくるんですけども、で、江戸時代の、音楽があって、で、ペリーの来航ですね、ペリーショックって書かれてますけども、ここで、西洋の音楽が、ガッと入ってくるわけなんですよね。なので、この、邦楽っていうのもその西洋の音楽と、ミックスされて、新たな、形になっていくというところですね。例えば国歌の君が代なんかはその、西洋の音楽とのミックスでああいう楽曲が出来上がった、ものの一つみたいですね。それから演歌の歴史なんかも載っていて、演歌っていうとちょっとね、情緒的な、音楽っていうイメージがあるんですけども、なんかもともとね、なんか政治的なものを語る、音楽、まあ、歌としてなんか始まったっぽくてですね、そういった歴史なんかも非常に興味深いというところと、大正時代に入って、レコードビジネスが台頭ということでレコードが入ってきたので、音楽に対するその、人々の日本人の関わり方っていうのも変わってきたというところですよね。で、この同じ明治時代でさっき話しました、推し文化っていうのが、まあ、当時は推し文化とは言ってないと思うんですけど、同じようなね、話があって、なんか女義太夫っていうその歌舞伎から、出てきたその女の人のその、舞台女優さんというのがいて、それを追っかける、ファン、ドースルレンっていうみたいなんですけども、ドースルレン、がその、舞台女優さんが、歌った後にこうどうするっていう感じでね、掛け声みたいなのを、するのでドースルレンっていう風にね名前がついてるみたいなんですけども、今で言うとあれですね、このサイファータイガーとかっていうようなあんな感じかなっていうオタ芸的なね感じなのかなという感じですけども、まあ、それ以外にも浅草オペラとかですね、あと宝塚歌劇なんかもちょっとそういう、推し文化の流れの中でね、ある内容なのかなということで書かれてますね。で、昭和時代にジャズとダンスホールということで、まあ、ジャズが入ってきたりとか、で、上を向いて歩こうですね。坂本九さんのね、音楽で本当に世界的にヒットした日本の音楽のこと書かれてたりとか、あとテレビドラマでもね、最近話題の笠木静子さんのね、音楽で、まあ、東京ブギウギとかでブギが、入ってくるということとか、美空ひばりさん、藤恵子さんね、が来て、それからテレビ黄金期にアイドル誕生ということで、まあ、テレビ映えするようなその、ルックスのいいアイドルとかね、そういったアーティストがたくさん出てきたというところですね。それから寺内武さんの、GS ブームとか、それから、吉田拓郎さんとかの、フォークソングブームとかですね。で、ロックが入ってきて、キャロルとかサザンオールスターズ。で、最近、海外でも話題のシティポップの話とか、で、ロックが、ハードロック、プログレッシブロック、パンクというね、感じで、まあ、欧米から音楽がね、なんかどんどん入ってきて、まあ、若者たちが、そういった音楽をね、演奏するようになってきたということで、で、インディーズブーム、バンドブームを取り上げられてますけども、このバンドブームは、僕が中学生ぐらいの時に、ブルーハーツとかジュンスカイウォーカーズとかね、ああいったバンドがすごく人気あったんですけども、まあその辺の話かなという感じですね。それから、テクノポップということで YMO とかですね、まあこれちょっと時代がだいぶ後ですけども、あとアニソンとかね、そういった、日本独自のポップカルチャーとかですね、あとはヒップホップですね、国内産ヒップホップとかレゲエとかですね、それからその後ぐらいですかね、 J-POP とかね、いう名前が出てきたのが J-POP の話とか、宇多田ヒカルさん、小室哲哉さん、中田泰孝さんとかの、ダンスミュージック、勢の話とかですね。あとはまあビジュアル系、ラウドロック、オルタナティブロック、渋谷系とかね、そういったものまで取り上げられてます。
で一番最後にゲームとインターネットと音楽ということで、ゲーム音楽ね、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとか、そういったところ、取り上げられていて、あとボーカロイドでね、初音ミクとかですね、それからボーカロイドとかね、書かれてて、初音ミクとかね、そういうとこだと思うんですけども、この初音ミクの登場もやっぱり結構ね、大きいですよね。初音ミクがあったからこそ、米津玄師とか、夜遊びとかが出てきたとか、そういうところも、あるんだろうなというふうに思います。ということで、ざっとこうね、目次の方見ていきましたけども、この本の特徴で、その、時代時代に、活躍したアーティストのね、名前が結構入ってるんですよね。だから自分の、好きなアーティストが、中にね、書かれてるっていうのをこう探すのも結構楽しいのかなというのと、結構477ページもあるんでね、ボリュームがすごくあるんで、一から読もうと思うと大変というか、僕もまだ全部は読めてないんですけども、目次見ながら興味のあるところから追っていって、後からその前後をね、読むみたいな、そんな感じでもいいのかなという、気がします。はい、ということで今日はこちら、2冊ね、音楽にまつわる本、僕はザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めました。それから、日本の歌、音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史ということで、ちょっとね、どちらも、タイトルが長めの本ですけども、中身はすごくね、読み方への、ある2冊だと思いますので、興味持った方はまた読んでいただくといいんじゃないかなと思います。はい。ではまた、次は、動画とかライブとかでお会いしましょう。阿部っちでした。バイバイ。日常天然色で現像したい